皆さんこんにちは。今回の旅はディープ大阪。日本一の高さを誇るあべのハルカス、そびえ立つ通天閣、観光客でごった返す新世界は一旦華麗にスルーして、大都会のすぐそばで時が止まった素朴な街へ。そしてもうすぐ姿を消してしまう今しか見られない景色にも会いに行きます。さらにディープすぎてちょっと足がすくむ通りにも潜入。キラキラした表側とレトロでディープな裏側、コントラストがバグってる大阪を巡ります。ということで JR 天王寺駅阪和線のホームにやってきました。ここまで環状線で来たんですが、ゴールデンウィーク真っ只中ということもあって、それはもうどえらい人混み、酸素がピンチでした。ですが今回の目的地はゴールデンウィークなんて関係ねえ、大都会のすぐそばで平常運転の街です。ハルカスに見送られながら進むこと2分。到着したのは美松園。酸素不足の天王寺からたった2分。本当に時が止まった素朴な街なんてあるんでしょうか。さっき見送ってくれたハルカスがまだバッチリバチバチ見える距離なのに、ただ確かに駅舎はボロ、いや素朴。これは期待できます。早速街に繰り出しましょう。駅から出てきました。三角屋根でスキー場にあるペンションみたいな可愛い駅です。駅前はこんな感じ。広い道路に車通りもあって、時が止まったっていうほどでもない気がするんですが、こちらを見ると納得。時が止まってました。終戦直後に商店や住宅として使われ出した高架下、70年以上の歴史を誇るんですが、ご覧の通り営業しているお店はほとんどなくて、とても寂しい状態です。時代の流れというのもあるかもしれませんが、実は来年2027年3月で立ち退きになるのも大きな理由。すでに退去している店舗も多いそうです。立ち退きの理由は建物の老朽化。そのあたりお店の方にお話を伺えたので、後ほどご紹介します。で、さっきから気になってたんですが、このフェンスで囲まれた結構な広さの空き地、こちらも立ち退きと深く関わってます。これも合わせて後ほど。いやー、到着早々超好みの街並みが現れて大興奮でした。エネルギー使ってお腹が空いたので、早速お昼ご飯にします。せっかくなので高架下でお店を探します。さっきは駅の南側にある高架下だったんですが、今度は北側にやってきました。こちらもいい味出してます。鉄骨が絡み合った建屋、恐竜の鳴き声みたいな電車の音、なんと真下にお店があります。やってきたのは甘辛屋さん。地元の方で大にぎわいです。店内は高架下ならではの作りで、すごく細長い、奥へ奥へと続いてます。鉄骨や壁で見通しはかなり悪いんですが、お店の方はものともせず、
アンテナビシバシ張って見事な気配りです。メニューはこちら。カットしますが、ここからしばらく悩みます。そしていただいたのはお好み焼きのミックスと焼きそば、そしていつもの高架下というシチュエーションで美味しさ倍増です。まずは焼きそば。鰹節が踊ってます。私の心も踊ってます。麺にしっかり味が絡んでて美味しい。確かお値段は600円。安すぎます。続いてお好み焼き。大きな具がゴロゴロ入ってます。キャベツの大きさが絶妙で、甘みとシャキシャキ感が共存してます。ああ、美味しい。これはビールが進むくん。テレビから流れてくる何らかのサスペンスドラマがさらに昭和感を盛り上げてくれます。犯人が気になるところですが、お店の外に行列ができているのでそろそろおいとまします。雰囲気もお味も最高。ごちそうさまでした。駅北側の高架下、こちらも同じく2027年3月で立ち退きとなります。もうすぐ見られなくなると思うと、何気ない景色まで特別に見えてきます。もったいないという言葉しか出てきませんが、まだ姿のあるうちにこうして歩くことができてよかったです。閉まっているお店が多い中、営業している喫茶店があったのでお邪魔しました。喫茶より道さんに寄り道です。お食事もかき氷も魅力的なメニュー勢ぞろいですが、残念ながらお昼食べたばっかりなので、おとなしくコーヒーをいただきます。ママさんに立ち退きについてお話を伺いました。2027年3月での立ち退き、正式に通達があったそうです。こちらのお店は年齢的にも新しいお店をっていうのは大変だし、ちょうどいいきっかけだからお店を畳むことにしたとのこと。立ち退きがなければお店が続いていたかと思うと残念です。そして立ち退きの理由である老朽化、結構深刻だそうです。他のお店では上から何かが落ちてきてテントを突き破ったとか、それは恐ろしい。貴重なお話と美味しいコーヒーをいただきました。お邪魔しました。あと駅の南側で話したフェンスで囲まれた空き地、こちら側にもずっと続いてるんですが、その正体は高速道路の建設予定地だったんですが、阪神・淡路大震災の影響で廃止されて、で結局何になるのかというと、緑豊かな都市計画道路になるそうです。高架下のお店が解体された跡地もその計画に含まれるとか。そうなるとこの辺りの景色ガラッと変わりますよね。名残惜しいです。この後も今のうちに行っておかないとってちょっと心配になる場所があるので向かいます。これまた激渋です。次の目的地に向かって歩いていると、近鉄電車じゃないですか。JR と近鉄の高架交差してます。
JR の方が下にあるし、かなり年季入ってるし、先にあったのは JR でしょうね。それにしてもただならぬ年季、木の部分もあります。近鉄の屈強な高架を見た後にこちらを見ると、老朽化という言葉の重みが増します。そういえば JR の高架のあちこちにネットが張ってるんですが、何らかの落下防止でしょうか。これまた老朽化という言葉の重みが増します。近鉄の駅舎がありましたが、読めません。ローマ字を読んでみると、こぼれ口だそうです。無理、これは読めない。由来を調べてみたんですが、話が長くなりそうなのでやめておきます。気になる方はググってみてください。すぐ出てきます。で、今通っているこの辺り、両サイドに住宅が並んでますが、実はこぼれ口商店街です。この最後の一角だけかろうじて名残がある感じ、応援したくなります。激渋スポットへはこのまままっすぐですが、なんかちょっと退屈なので一本中に入ってみます。少しぐらい遠回りになっても、路地をくねくね進んでいくと街の個性が見えて楽しいです。そして目的地に到着。渋いアーチのお出迎えです。渋いアーチの先にあるのは原画橋商店会。原画橋でも商店街でもなく原画橋商店会です。激渋という噂を聞いて楽しみにしてたんですが、なんか普通にスーパーにぎわってます。と思ったら、奥からただならぬ雰囲気が流れてきました。行ってみましょう。の前に、このお店が気になります。ザ・パンタロンズ。なんだこのやたらかっこいい名前は。ザ・ハイローズとかザ・コレクターズみたいな妙にバンド感があります。しかも扱ってるのはプラモデルと古着。謎の組み合わせです。これは素通りできません。で、フラッと入って店長さんとお話ししてみたら、なんとうちのチャンネルの視聴者さんでした。お世話になってます。店内にぎっしり並んだ商品は 100% 店長の趣味。自信を持っておすすめできるものだけ置いてるそうです。あ、見せびらかすためだけに飾ってるものもあります。こちらは私も持ってたライダーベルト。そのシートなんて何十年ぶりに触ったでしょう。懐かしい。これ持ってたのオンパレードで時間がどんどん溶けていきます。扱っているものも店長さんもかなり個性的で魅力的。ザ・パンタロンズ、宝の山でした。ではいよいよ奥に進みます。うすうすそんな気はしてたんですが、営業しているお店ほとんどありません。お魚、タオル、おしゃれ、パン、うどん。残された看板から当時の様子を想像するしかありませんが、そうやって歩くのもまた商店街の醍醐味。来てよかったです。営業しているお店はとてもにぎわっていて、人通りも結構ありました。またにぎわいが戻ることを願わずにはいられません。さあ、よく喋ってカロリー消費したので、次はおやつにします。
源賀橋商店会を抜けるとお向かいにまた商店街が現れました。万通り、次から次へと誘惑だらけの街です。ちょっと覗いてみたんですが、めっちゃ長そうなので今回は諦めます。で、よく見ると万通りではなく本通りでした。穂の縦線が消えてます。結構大事なとこだと思うんですけど。では万通りみたいな本通りを後にしておやつに向かいます。ここから歩いて5分くらいです。 JR の列車が見えました。目的地は環状線寺田町駅のすぐそばです。到着。やってきたのはクレープ遠藤さん。並んでます。しかもこの先に受け取りを待つ列もずらーっと。ということで離脱。残念ですがまたの機会に。ところで寺田町駅、何ですかこの素敵な感じ。こじんまりしてなんとも落ち着く感じ。最高なんですけど。駅舎も可愛いのなんの。駅前の公園ではクレープを手に入れた勝ち組たちが幸せな時間を過ごしてます。羨ましい。でも実は負け組の私にはもう一つお楽しみがあるんです。洋がダメなら和。気になってる老舗のお店に向かいます。寺田町駅から歩いて10分ほど。知らない街は移動も楽しいです。見えてきました。大きな看板、山田あられ。フォントがかわいい。お邪魔します。店内かなり広いです。創業大正13年の老舗、なにわのおかきや山田さん。国産米無添加のこだわりおかきです。魅力的なものがわんさかあって困ります。ネーミングがいちいちかわいい。ポップも読んでて楽しいです。一斗缶発見。ドリフのコントを思い出します。たらいもよく落ちてきましたよね。どれも美味しそうで、あれもこれも欲しいところですが、持ち運びを考えて小さいのにしました。誰ですか？おつまみばっかりやんって思ったのはその通りです。今夜の晩酌が楽しみです。さて、今日は天王寺のホテルを予約しているのでそろそろ向かおうと思うんですが、道中立派な建物があるのでちょっと寄っていきます。今日はカラッとしていてちょうどいい気温。街歩き日和です。おかき屋さんから歩いて5分。現れたのは四天王寺なんですが、中に入れるのは4時半まででした。今まさに4時半。閉まりたてほやほやです。惜しい。でも古本市やってます。これは不幸中の幸い。五重塔を外から眺めたり、古本市を覗いたり、せっかくなので楽しみます。
中には入れませんでしたが、夕日が差し込む厳かな空間でバッチリパワーをゲットしました。すっかりここは天王寺です。ではここから歩いてすぐ、今日お世話になるホテルに向かいます。四天王寺からホテルへ向かってると、さすがに人通りが増えてきました。観光地らしいにぎわいにちょっとビビりながら進みます。するとひときわ盛り上がってるゾーンを発見。なんだここは。Take my advice first and see Beale Street first. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take the beds and walk, except one or two who would never drink booze, and the blonde man on the corner who sings the Beale Street Blues. I ran down to the river. 私はついにどんな夢も叶うガンダーラにたどり着いたのでしょうか。と思うくらい魅力的な空間。ここは戦後の闇市がルーツの阪和商店街です。もはや映画のセットにしか見えませんが、作られたレトロではなくマジレトロ。大都会天王寺駅からなんと徒歩1分。奇跡のような空間に感激しました。いいもの見せてもらいました。阪和商店街の興奮冷めやらぬまま歩いて5分。本日お世話になるホテルはこちら、ホテルトラスティ大阪アベノ。アベノハルカスの真ん前という便利な立地です。ちなみに急にめっちゃ曇ってるのは、撮るの忘れてて翌日に撮影したからです。ご容赦ください。ではチェックインしてお部屋に向かいます。こちらは以前にも伺ったことがあって、シックな感じが気に入ってます。お部屋はこんな感じ。モノトーンで余計なものがなくシンプルで相変わらずいい感じです。そしてビューはキューズモールビュー、いやアベノベルタビューです。実は結構初期にアベノベルタを取り上げた動画があります。バブルの香りがプンプンする超素敵な商業施設です。さてこの後ちょっとしたイベントに行きます。ここから歩いてすぐの天王寺公園にある天芝でお楽しみが待ってます。夜の天王寺を歩いてます。日帰りできる距離でもこうして一泊すると夜ものんびり楽しめて、まるで自分の街みたいな気分になれて楽しいです。天芝に到着。周りに高い建物がないので空が広くて気持ちいいです。たくさんの人でにぎわってるんですが、とても広いので快適。そして芝生には人をのんびりさせる効果があるんでしょうか。みんなゆったりくつろいでいて幸せそうです。そしてお楽しみのイベントはこちら、ビールフェス。ミュンヘンのビールがいろいろ楽しめるそうです。そう、いろいろ。世界最古ビール5種類飲み比べセット。これをロックオンしてきました。が、まさかの売り切れ。辛すぎ。ショックで思考停止。店員さんに勧められるまま
日本初上陸とやらをいただきました。これがめちゃくちゃ美味しい。ショックも吹き飛びました。はい、大満足でホテルに戻ってきました。晩ご飯も食べてきたんですが、そちらはいつも通りメンバーシップで。そして本日の締めくくりは、昼間に買ったこれをつまみに一杯。本当に一杯かどうかはさておき、明日も晴れますように。おはようございます。2日目の朝、無情にも雨がぱらついてます。でもこの後止む予報なので大丈夫。左下、阪海電車がやってきました。見えますか？いい景色。名残惜しいですが、チェックアウトして最初の目的地に向かいます。今日もなかなかコントラストの激しい一日になりそうです。天王寺駅周辺は相変わらずの混雑ぶりでしたが、ちょっと離れると落ち着いてきました。が、この後、もみくちゃにされるであろう場所へ勇気を出して突撃します。やってきたのはじゃんじゃん横丁。昨日のディープとはまた違う、いわば表側のディープ、大阪観光のど定番スポットに突入します。狭い通りにお店がひしめき合って、店先には行列、通路はより一層ぎゅうぎゅうです。そしてまだ午前中なんですが、皆さん絶賛飲んでます。欲望のまま飲んで食べて笑って、圧倒的な幸福感に包まれてます。いやー、すごい世界。ビールに串カツ、もう100点満点のラインナップなんですが、私のお目当てはそれではなく、こちら春日娯楽場。懐かしいゲームがあると聞いてやってきました。ありますあります。知ってるものから知らないものまでずらり。人生に初めてアーケードゲームが登場した時、大興奮したのを思い出します。おもちゃ屋さんの横に突如現れた大きな箱にテレビ画面。立って遊ぶタイプのやつです。当時のゲームといえばボードゲームとかトランプだったので、もはや未来でした。ここでアンケートで伺っていた一番好きだったアーケードゲーム、結果を発表しましょう。王道3つをピックアップしたんですが、ダントツでスペースインベーダーでした。やっぱ強い。その他にもコメント欄には懐かしいタイトルがずらり。ディグダグ、ギャラガ、ゼビウス、マッピー、そして私の推しクレイジークライマー。懐かしい。読み応えのあるコメントありがとうございました。ちょっと移動してドンキーコングジュニアもしたんですが、びっくりするぐらいできませんでした。感覚を取り戻すにはだいぶ投資が必要です。続いてスマートボール。前からやってみたくて初挑戦です。ガラスの玉なんですね。ガラガラーっと滑り落ちてくる音にワクワクします。これは癖になります。しかし下手。パチンコと一緒で釘を読むのが重要なんでしょうか。これもだいぶ投資が必要そうです。あえてザ観光地にやってきた理由はこのゲーム三昧のためでした。そろそろ人混みも限界なので脱出します。ただ次の目的地に行くためにはラスボス級の通りを突破しないといけません。じゃんじゃん横丁から人の波に乗って進むと、射的、串カツ、お土産、ボルテージは最高潮。唯一無二の盛り上がりを見せるエリアに突入です。どこもかしこもお祭り騒ぎです。
いやー、すごかった。人混みが苦手な私にとってはまるで肝試しでしたが、いい経験させてもらいました。そして通天閣の足元をかわして曲がると、間もなく次の目的地です。ずいぶん前に訪れた時はちょっとひなびた感じだったんですが、さてどうなってるんでしょう。通天閣から歩いてすぐ、新世界市場屋台街にやってきました。屋台街？前に来た時はその3文字なかったような。にぎわってる？前に来た時はもっと薄暗かったような。何はともあれいい味出してます。よく見ると看板と実際のお店が違ってるところもちらほら。新しいお店が増えてるみたいです。前に来た時もあった和菓子屋さんにお邪魔しました。創業から113年の老舗、中山果歩さん。お買い物がてら店主さんに伺ったところ、数年前から屋台というスタイルを取り入れて一気にお客さんが増えたそうです。確かに目と鼻の先にあれだけ人がいるんだから利用しない手はない。観光客を呼び込んでの見事な復活劇を見せてもらいました。圧倒的なパワーに囲まれ、商店街の復活劇に興奮し、気がつけばすっかりお腹ペコペコです。ちょっと喧騒から離れてお昼ご飯にしたいと思います。ぶらぶら歩いて目に入ったオレンジ色のテントに中華料理の文字。住宅街に突如現れる町中華ったらたまりません。はい、決定。お昼時を過ぎてる中途半端な時間なんですが、店内しっかりにぎわってます。これは人気店を引き当てたんじゃないでしょうか。メニューです。安い。すぐワンタン麺を頼んでしまうので、今回はチャーシュー麺にします。あと餃子は外せない。まず餃子、いい感じにこんがり焼けてます。いただきます。パリッといい音がして、あんとのバランスも絶妙。シンプルに美味しい。これは何個でもいけそうです。続いてチャーシュー麺。柔らかそうなチャーシューがふんだんに乗ってます。美味しい。予想通りとろけるチャーシューでした。スープも濃すぎずほっとする味。罪悪感なくガンガン飲めます。これは繁盛してるのも納得。あとお店の方の接客がとっても素敵なんです。ただ丁寧なだけじゃなくて、お客さんに喜んでもらいたいっていう気持ちがビシバシ伝わってきます。美味しいし居心地いいし、通いたくなるお店です。ごちそうさまでした。さあ、旅の締めくくりはコメント欄でよくおすすめされるディープスポットへ。キラキラした表側から一転、レトロでディープな裏側に潜入です。阪海電車の恵比寿町にやってきました。ここから2つ先の今池へ向かいます。阪海電車、相変わらず可愛いです。
到着です。コメント欄でいろんな方におすすめされたのがこちら、萩の茶屋本通り商店街からの動物園前商店街までを突っ切ってスタート地点に戻ります。皆まで語りません。どうぞこの空気感を味わってください。There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the woods. I know that I could always be good to one to watch over me.新世界が観光向けのディープなら、こちらはまさに本物のディープ。バリバリ阪神沿線、尼崎生まれの尼崎育ちの私でもなかなか刺激強めでした。濃い時間を過ごせました。大阪のいろんなディープスポットを巡ってきました。キラキラした大都会、そのすぐそばで消えゆく景色、そしてちょっと足がすくむほどの本物ディープ、大阪の奥行きを堪能しました。この動画を見て大阪のいろんなディープを覗いてみたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ次の旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。もぐらちゃん、いくらなんでもかわいそうです。定年制度作ってあげてください。